いろんなことしておるんですよ。それがエンジン壊れたと思って、すごい音がしてガチャガチャガチャ言い出して、あ、壊れたでよと思って、そしたらね、オルタのプリの芯の穴が大きくなっとって緩んじょるだけだって、オルタがガチャガチャ言ったんだけど、あ、エンジン壊れたと思うから、よし次はブワーアップだぜって言って、これ K の 80.5 です。元がね75、なんか79とかいうのもあったようじゃない。あります。そうフラットのレースピストンが79なんですよ。いや 80.5 やろと思って、プチクポンジョンですよねこれ。お前ね。今ヘッド面検出してるんですけど、面検とカムはね74度の格好、上まで回しちゃおうと思って 2.8 ミリ面検、おそらくそれでもねそこまで圧縮が上がらない。レーザーヘッドっていうのがあったんですね昔。5K もレーザーヘッドなんですよね。そう、ピストンがある意味燃焼室になったんですよね。燃焼室はもうすっごい少ない、で 4K とこれらはピストンがフラットで、もうお金ないではエンジン作って持ってきます。3人があ、本当じゃあミッションブレーキしてね、シフト不可でオイルみたいにニートルベアリングでギアの離れがでもうリミットがなくて中古を頼んで、中古もこれが走行距離が少ないんでオーバーホール用コアっていう形で、だけどそのまま使うちゃろうかな。ミッション下ろしたけさ、ブレーキモードがもうダダ漏れだったけ、もうミッション下ろしとるときチャンスじゃん。ステアリングラック変えて、で裏リビルトに変えて、そしたらなんかキャプセルポタポタ漏れよるけさ、ラジエーターもダメじゃんって、で新品車外取り出したら、あ、1個だけ残ってます。これもステアリングラックの、これも1個だけじゃったらリビルトの。あ、じゃあ会社また1個。ああ、そうかそうか。こんにちは。ちょっとトラック借りて、またすぐ持ってきます。すいません。はい、今日は510の運搬するために今積載車を借りに行ったところです。今ちょっとブルーバードをね、以前作りかけてレスターの作業が溜まっている510があるんですけれども、この車も同時に作業を進めて車検まで受けてしまおうというふうに思ってですね、今トラック借りて車を取りに行く最中です。天気がいいです。気持ちいいです。GoPro を導入したんですけど、カメラ持たずに話をするってなかなか違和感があるけど、どの角度で映ってるかな。もう一台の愛車810ね。よし、510クーペ 1803S クーペですね。もう何年前にレストアしたっけな、覚えてないぐらい、13年が経つかな。仕上げてそのままになったっていうね、乗らずに。何言ってんですかね。まあそんな車を今回いよいよちょっと路上復帰というか車検を受けようという企画、これも同時にねやっていこうかなと思いました。今車を取りに来ました。これね、日産純正なんですよ。純正で当時ね部品が出たから喜んで買って5本ぐらい買ってつけたんだけど、ボロボロになっちゃって、これ、まあ、材質がね悪いんでしょうね。これねつけない方がよかった。接着剤でついてるからこれもう外すの大変なんだけどね、見た目は悪いですねこれね。この辺もまあちょっとどうしていくか、まあ、動くようになったら考えます。ああ、なんでこれエンジンが見えなかったんや。どうだろう、やっぱり。あ、ほら、ハンドルこっちが切れないですよ。よし。
ありがとうございました。カロラのヘッドをですね、またちょっと面白いの作ろうかと思って運び出したんですよ。今日届いたんでちょっと開けてみましょう。これ今組んどるのは 1.5mm 面筋してるんですよ。ガスケットはボアがでかくなるんで 5K のガスケットか 7K のガスケット、これが 5K のピストンなんです。 4K とか 3K はここがフラットなんですよね。でもバルブの逃げもこう純正でもあるんですよ。で 7K の今ガスケット頼んでるんですけど 7K のボアがでかいんでそれに合わせて広げようかな。やめて俺もそんな積んだから割れてる？あ、こうも？ハイエースのヘッドとかこの間が割れよったバルブ換気列でインと液がつながるんや。もう中で繋がっちゃうんですか？そう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 。もう行くしかない。これ2万円かかってますからね、面筋に。1KZ とかのちっちゃいヘッドでバルカンが割れたら、あれは水が入るよった冷却水が、はい、これ燃焼室に入れたんですか？燃焼室入ってウォーターハンマーだけどそこに通ってないよね多分なんと。だいぶ、それで74とかも見てみましょう。74とかうわー 3KB が63度とか5度サニーで60度で GX っていうのが62度とかなんかあのぐらいだったと思います。アイドリングとかどうなんやっぱり安定せんかねハイカムの方が。まあちょっとハーレーみたいなダダッダダッ800枚落としたらダダッ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 ってだからオーバーラップが大きい分そういうことでしょうね。なるほど。よし、ちょっともうこれで予算は使い果たしてちょっと休憩して窓から食べてボーリングブルーバードを早く完成させる。そうです。ちょっとあれもやらないとし。本当だよね。レーザーヘッドはまだ容積少ないですよ。で言おったけど結局ノーマルのエンジンにそのレーザーヘッドだけ持ってきたらまあ圧縮が13とか14になるらしいんですよ。それならまあノッキングするんだけどそれを点火時期をノッキング選択まで落としてもそっちの方が早かったっていう。スターレットの後期ですよね。 4K2 って書いてあるんです。ヤフオクでヘッドだけでもないかなと思ってもないんですよね。ないしまあそれなんかあったらこれを使うことがなくなるじゃないですか。もったいないし、まあ、あるものをやっぱり使っていこうと思って。はい、1800-3S クーペ、僕が30歳の頃に買ってレストアを始めた車です。ボディは1年ぐらいで仕上げたかな。で組み立てるのにまた1年ぐらいかかったかな。休み時間と仕事が終わってからと休みの日ですよね。夜遅くまでやって仕上げた車です。燃料系の配管とかブレーキの配管とかもうちょっとってところで作業が止まってしまって、ちょっと忙しかったんですよね。そのまま保管して十数年、レストアがまだまだ時間がかかるんで、この車のレストアと並行して1800の方もあともうちょっとなんで車検取得を目指してこの2台の作業を今後はしていこうかなと思って今日運んできました。まだねボディは綺麗なまま車交換でずっと保管してきたんで傷んでないですね。塗装の不具合も特に出てませんし、31、2歳ぐらいの時にやったんですけど、改めてこの車を見るとあの頃のことを思い出します。よいしょ、下回りもこう同じようにボディカラーで仕上げてやったんですけどね。そういうことで今まで作業してきたところ本当このぐらいのスペースなんですけれども、こっちにちょっとオレンジのを入れて、ボディの方は別のところに保管しようかなと思っています。でちょっとこの車は保管場所を変えようと思います。一回し